皆さんこんにちは、さやかです。今日のマークサイロストインワールドではアメリカのディズニーパークで使われているディズニージーニーサービスの2023年最新版の攻略方法をシェアしていきたいと思います。それでは行きましょう。実は私は数ヶ月前にディズニージーニーサービスについて詳しく説明したディズニージーニーガイドビデオを作ったんですけど、今日のこの動画ではディズニージーニープラスを最大限に有効活用するためのコツや秘訣をシェアしていきたいと思います。そこでこのディズニージーニーサービスについてあまりまだ馴染みがない方は、そのガイドビデオとこのビデオを合わせてみるのをおすすめします。あとですね、その前のガイドビデオをアップした時からディズニージーニーにまたいくつか変更があったので、今日はその変更とその変更がディズニージーニーを利用していく上でどう影響していくかについても説明していきたいと思います。それではまずは簡単にディズニージーニーのおさらいから入っていきたいと思います。ディズニージーニーはアメリカのディズニーランドとディズニーワールドで導入されているデジタルサービスで、これには3種類あります。まず最初に無料版のディズニージーニーです。無料版のディズニージーニーはパーソナライズされた旅程を作成してくれ、パークの混み具合によって何をいつするべきか提案してくれます。その他にもティップボードやダイニングボードを含んでいて、パークでのプランニングを手助けしてくれます。そして次に有料版のサービス、ディズニージーニープラスです。ディズニージーニープラスを購入すると、パークのほとんどのアトラクションで使えるライトニングレーンにアクセスすることができます。ライトニングレーンは、基本的には昔のファストパスラインのようなもので、通常のスタンドバイラインより短い待ち時間でアトラクションにアクセスすることができるラインです。実はディズニーの公式ウェブサイトには、ディズニージーニープラスを購入すると2つから3つのライトニングレーンを予約できると書いてありますが、私たちの経験で言うとジーニープラスのシステムと使い方のコツを知っていれば、それの2倍3倍っていう数のライトニングレーンを予約できます。なので皆さんもたくさんのライトニングレーンを予約できるように、最後までこのビデオをしっかりと見ていってください。このサービスが最初にデビューした時は、ジーニープラスはディズニーワールドでは15ドル、そしてディズニーランドでは20ドルだったんですけど、これに変更があって、今はジーニープラスの値段はその日のパークの混み具合によって異なり、その日の値段は当日にならないと分かりません。ディズニーワールドでは1人1日につき15ドルからスタートし、ディズニーランドでは1人1日につき25ドルからスタートします。そして最後にもう一つの有料版サービス、インディビジュアルライトニングレーン、または ILL です。さっきジーニープラスはパークのほとんどのアトラクションで使えると言いましたが、パークで一番人気の e チケットアトラクションはジーニープラスには含まれていません。そしてこれらの人気アトラクションのスタンドバイラインをスキップしたいなら、インディビジュアルライトニングレーンと呼ばれる個別のライトニングレーンを購入しないといけません。インディビジュアルライトニングレーン対象のアトラクションは、アニマルキングダムではフライトオブパッセージ、エプコットではガーディアンズオブザギャラクシーコスミックリワインド、ハリウッドスタジオではライズオブザレジスタンス、そしてマジックキングダムでは今のところセブンドアースマイントレインですが、トロンライトサイクルランがオープンしたら、トロンライトサイクルランもインディビジュアルライトニングレーン対象のアトラクションになります。インディビジュアルライトニングレーンは1人1日につき2つまで購入することができますが、同じアトラクションのインディビジュアルライトニングレーンを2回購入することはできません。そしてインディビジュアルライトニングレーンの値段はそれぞれのアトラクションやその日のパークの混み具合によって異なります。それではディズニージーニーサービスについて簡単におさらいしたところで、早速今からジーニープラスを使う際のコツや秘訣について入っていきたいと思います。私のおすすめするジーニープラスの一番いい使い方は、ライトニングレーンとスタンドバイラインをミックスして使うことです。ライトニングレーンのリターンタイムを待ってる間にショーやパレードを見たり食事をしたり、スタンドバイラインを使って他のアトラクションに乗ったりするのが時間を効率的に使う方法です。そこでですね、どのアトラクションにライトニングレーンを使うのかが重要になってきます。私がおすすめするのは、待ち時間が長いアトラクションにライトニングレーンを使って、フィラーアトラクションと呼ばれる待ち時間が比較的短めのアトラクションにはスタンドバイラインを使って乗ることです。例えば待ち時間が60分のスペースマウンテンと待ち時間が15分のダンボだったら、スペースマウンテンのライトニングレーンを予約した方がより多くの時間を節約することができます。なのでこの場合、スペースマウンテンにはライトニングレーンを使って、そしてダンボにはスタンドバイラインを使って乗るという風にするのがいいです。
そしてですね、ライトニングレーンは1日を通して予約できますが、人気のアトラクションから順番に予約していくことをお勧めします。ジーニープラスを購入したからといって予約したい全てのライトニングレーンを予約できるという保証はありません。ジーニープラスのライトニングレーンは売り切れることがあります。どういうことかというと、例えばジャングルクルーズのライトニングレーンが一定数以上予約されたら、もう予約できるライトニングレーンは残っていなくて、ジャングルクルーズのライトニングレーンはもう売り切れということになります。なので皆さんが予約したい全てのライトニングレーンが予約できるように前もって戦略を立てておくことが大切です。さっきライトニングレーンは待ち時間が長いアトラクションで使うと言いましたが、その中でも売り切れるのが早いアトラクションから順番にライトニングレーンの予約をしていくと、その人気のライトニングレーンが売り切れる前に皆さんがそのアトラクションのライトニングレーンを予約できる可能性が上がります。そしてですね、実はなんと私は皆さんのためにディズニーワールドのそれぞれのパークで一番売り切れるのが早いアトラクションをまとめました。アニマルキングダムではキリマンジャロサファリとナビリバージャーニー、ハリウッドスタジオではスリンキードッグダッシュ、ロックノーラコースター、タワーオブテラー、そしてミッキー&ミニーラナウェイレールウェイ、エプコットではレミーズラティテューアドベンチャー、フローズンエバーアフター、テストトラックです。マジックキングダムにはたくさんの人気のアトラクションがあるので、少しに縛るのはちょっと難しいんですけど、ジャングルクルーズ、ピーターパンズフライト、ビッグサンダーマウンテン、スペースマウンテン、そしてホーンテッドマンションが早めに売り切れる傾向があります。今ちょうど行っていったアトラクションはそれぞれのパークで一番早く売り切れるので、これらのアトラクションを一番優先して予約していってください。あとですね、ライトニングレーンは乗り物だけでなくキャラクターグリーティングやショーパレにも使うことができます。そしてここでボーナスの秘訣ですが、マジックキングダムでのミッキーとのミート&グリートは他のパークと比べて待ち時間がとっても長くなる傾向があります。なのでもし皆さんがマジックキングダムでミッキーに会いたいんだったらライトニングレーンを使うのをおすすめします。あとアニマルキングダムでもミッキーとのミート&グリートにはライトニングレーンを使うことができます。ちなみにウォルト・ディズニー・ワールドで一番短い待ち時間でミッキーに会うことができるのはエプコットです。なのでミッキーには会いたいけどどのパークでもいいんだったらエプコットでミッキーに会いに行くことをおすすめします。それでは次のコツですが、これはモディファイ機能を有効活用することです。これは前のガイドビデオをアップした時から変更された点になります。前までは一度ライトニングレーンを予約するとそのライトニングレーンを変更することができませんでした。なので一度ライトニングレーンを予約してその後それよりいいライトニングレーンを見つけたら一度その持っているライトニングレーンをキャンセルしてからでないとその新しく見つけたライトニングレーンを予約することができませんでした。しかし皆さんいいニュースです。ライトニングレーンを一度予約してもその予約をキャンセルせずに変更することができるようになりました。同じアトラクションのリターンタイムを変更することもできるし、またはもう完全に違うアトラクションに変更することもできます。このおかげでもし最初に理想のライトニングレーンが予約できなくても後で持っているライトニングレーンよりもいいライトニングレーンを見つけた場合そのライトニングレーンに変更することができます。そしてですね、後からよりいいライトニングレーンを発見するコツはただティップボードをリフレッシュし続けるだけです。その画面をリフレッシュし続けていると急にいいライトニングレーンが現れることがあるので、もし最初にあんまりいいライトニングレーンが予約できなくても諦めずにティップボードをリフレッシュし続けてください。そしてですね、変更は何回でもできるので一度ライトニングレーンを変更した後でもまたそのライトニングレーンを変更することができます。そして次のコツは常にライトニングレーンを持っているようにすることです。常にライトニングレーンを持っていることでできるだけたくさんのライトニングレーンを予約することができます。ライトニングレーンは一度予約したらその持っているライトニングレーンを使ったらもしくは最後にライトニングレーンの予約をしてから120分経ったら次のライトニングレーンを予約することができます。しかしこの120分はパークがオープンしてからスタートします。この120分ルールは少しややこしいですが幸いなことに覚える必要はありません。皆さんが次のライトニングレーンはいつ予約できるのかはティップボードを開くとジーニーが教えてくれます。なのでティップボードを確認していれば大丈夫です。そして次のライトニングレーンが予約できるようになったらすぐにライトニングレーンを予約するのがコツです。ここでもう一つのコツがあって次のライトニングレーンが予約できる時間にアラームを設定しておくことです。
皆さんディズニーでは時間を忘れてしまうっていうことがありがちですなので例えば次にライトニングレーンを予約できるのが1時だったけど気づいたら2時になってたっていうことにならないようにアラームをセットしておくことをおすすめします。こうすることでいちいち時間を気にせずに次のライトニングレーンの予約時間になった時にすぐに予約をすることができます。そしてちょうどさっきモディファイの有効活用の仕方について説明しましたが、この機能のいいところはもし持っているライトニングレーンをモディファイ変更したとしても120分ルールはリセットされないということです。なので次の予約時間が2時だとしたら一度変更した後でもこの2時の予約時間をキープすることができます。これはちょっと例えを使ってもう少し説明していきたいと思います。例えば10時にリターンタイムが2時のホーンテッドマンションを予約しました。そしてこの場合次の予約ができるのは10時から2時間後の12時になります。そして皆さんはティップボードをリフレッシュし続けたところ10時半、最初に予約した時から30分後の10時半にリターンタイムが少し早めのリターンタイムが1時のホーンテッドマンションのライトニングレーンを見つけたので皆さんはこのライトニングレーンに変更しました。この場合10時半にライトニングレーンを変更したからといって皆さんの次にライトニングレーンが予約できる時間が最初の12時だったのが12時半に遅れるわけではありません。この最初の12時の次のリターンタイムをキープすることができます。なので一度ライトニングレーンを予約した後にもっといいライトニングレーンを発見したら次の予約時間が遅くなることを気にせずにそのライトニングレーンに変更することができます。これはもうちょっとややこしいのでうまく説明できてるといいんですけど、もしまだわからないっていう方はコメントをしてください。簡単に言うと次のライトニングレーンが予約できるようになったらすぐに予約して、後でもっといいライトニングレーンを見つけたらそれにモディファイ、変更することがコツです。そして次のコツはスタッキングと呼ばれる技を使うことです。これは今のところディズニーワールドでのみ使える裏技でライトニングレーンを貯めていくことです。この裏技を使うともし午後までパークに入らない場合でもパークに午前中からいるのと同じように120分ごとにライトニングレーンの予約をし続けていくつかのライトニングレーンをすでに持った状態でパークに入ることができます。分かりやすくするために例えを使ってどうやってスタッキングをするのか説明していきたいと思います。皆さんは3時にマジックキングダムに行く予定でこの日マジックキングダムは9時にオープンするとします。ディズニーワールドで最初にライトニングレーンが予約開始できるのは7時なのでまず7時に1つ目のライトニングレーンを予約します。そしてジーニープラスの場合インディビジュアルライトニングレーンと違ってリターンタイムを自由に選ぶことができないので7時にライトニングレーンを予約するとそのリターンタイムは午前中になる可能性の方が高いです。ここでもし皆さんの最初のライトニングレーンのリターンタイムが皆さんがパークに行く時間よりも早く来る場合、この場合皆さんはパークに3時に行く予定なので3時より早く来る場合ティップボードをリフレッシュしてリターンタイムが3時以降になるまで皆さんのライトニングレーンを変更し続けます。すぐにいい時間が現れなくても諦めずにリフレッシュし続けるのが重要です。そして次のライトニングレーンが予約できるのはパークオープンの2時間後、この場合はマジックキングダムが9時にオープンするなら9時から2時間後の11時です。ここでも同じようにもし必要ならモディファイ機能を使ってリターンタイムが3時以降になるまでライトニングレーンを変更し続けます。そしてこの後はこの同じステップを2時間ごとに繰り返していきライトニングレーンをスタックしていきます。こうするとこの例えの場合7時、11時、1時そして3時に予約した合計4つのライトニングレーンを持った状態で3時にマジックキングダムに入ることができます。皆さんこれがスタッキングの方法です。これは特に午後からパークに行く場合におすすめの裏技になっています。ライトニングレーンの予約はパークにいようがいなかろうがどこにいてもできるのでもし午後からしかパークに行けない場合でもこういう風にジーニープラスを有効活用してたくさんのライトニングレーンを持った状態でパークに入ることができます。しかしディズニーランドでは最初にライトニングレーンが予約開始できるのがパークに入園した後なので残念ながらこの裏技を使うことはできません。そして少しパークホッピングについてなんですけどパークホップをする際もジーニープラスは続けて使うことができます。
なので例えばエプコットからハリウッドスタジオにパークホップする際は、エプコットでもハリウッドスタジオでもジーニープラスを使うことができます。しかしその場合は最初のパークのライトニングレーンに加えて2つ目のパークのライトニングレーンもチェックすることを忘れないようにしてください。そして次に無料の特典を使うことです。ジーニープラスを購入するとライトニングレーンへのアクセス以外にもいくつか特典がついてきます。しかしたくさんの人はライトニングレーンばっかりに気を取られて他についてくる特典については忘れちゃいがちなので、他にも特典があることを覚えておくようにしてください。まずディズニーワールドではジーニープラスを購入すると AR レンズが特典としてついてきます。これらのレンズのいくつかは購入後45日間利用できるので、お家に帰ってからでもこの AR レンズを使って遊ぶことができます。しかしこれらの中には特定のロケーションにいないと使えない AR レンズも含まれています。例えばグローグと一緒に写真が撮れる AR レンズはギャラクシーズエッジにいないと使うことができません。なのでこれらのエリア特定の AR レンズは使いたいならそのディズニーワールドにいる時に使うのを忘れないようにしてください。そしてディズニーランドでは AR レンズの代わりに無料のフォトパスダウンロードがついてきます。なのでジーニープラスを購入したその日に撮影された全てのフォトパスは無料でダウンロードすることができます。そして次にオーディオエクスペリエンス機能です。これはディズニーワールドとディズニーランド両方で使える特典で、アトラクションやパークについての面白い事実や裏話を聞くことができます。使い方は簡単で、いろんなパークエリアでアプリの中の小さなヘッドフォンのマークをクリックするだけです。そして最後に無料のアトラクションフォトです。ディズニーは最近ディズニーワールドでディズニージーニープラスを買うと購入したその日に撮られたアトラクションフォトを無料でダウンロードできる特典を追加することを発表しました。この特典がいつ導入されるのかはまだ発表されてはいませんが、分かり次第ツイッターでツイートします。で、私はツイッターではディズニーランドとかディズニーワールドのニュースをよくツイートしてるので、まだツイッターで私をフォローしてない方はぜひ私のツイッターマジカリサヤをフォローしてください。ちなみにディズニーランドではジーニープラスの購入にかかわらずゲスト全員がアトラクションフォトを無料でダウンロードすることができるようになっています。そして次にインディビジュアルライトニングレーンについてです。もしインディビジュアルライトニングレーンを購入してそのアトラクションが運行休止になったらどうなるのか知っておくことが大切です。アトラクションは技術的な問題が原因で一時的に運行休止になることがあります。そして残念ながらこれはライズ・オブ・ザ・レジスタンスでよく起こります。しかしもし皆さんがインディビジュアルライトニングレーンを購入してそのインディビジュアルライトニングレーンのリターンタイムの時にアトラクションが休止になっていてもそのアトラクションに乗れなくなるわけではないので心配しないでください。購入したインディビジュアルライトニングレーンのアトラクションが一時的に運行休止になってしまった場合、マイディズニーエクスペリエンスアプリが自動的に皆さんのインディビジュアルライトニングレーンをアップデートしエクスペリエンスリデンプションというものを追加します。そして皆さんはエクスペリエンスリデンプションを使うとそのアトラクションが再運行した後いつでもそのアトラクションに乗ることができます。残念ながら運がなくてそのアトラクションが一日中再運行しなかった場合は返金を受け取ることができます。しかしインディビジュアルライトニングレーンの返金はエクスペリエンスリデンプションと違い自動的に受け取ることはできないので、この場合はゲストリレーションまで行って返金をリクエストしないといけません。そして最後のコツになりますが、問題が起こった時はキャストメンバーに助けを求めることです。ディズニージーニーはテクノロジーなので完璧ではありません。そして私たちも実際にジーニープラスを使っていて問題が発生してしまった経験があります。前私たちがマジックキングダムに行った時にジーニープラスを使ったんですけど、この時はまだモディファイ機能がなかったんですね。なのでライトニングレーンを変更したい場合一度持っているライトニングレーンをキャンセルしないといけなかったんです。何が起こったかというと、私たちは8時半ぐらいのジャングルクルーズのライトニングレーンを予約したんですね。そしてその予約した後そのリターンタイムがそのナイトタイムショーの時間と近いことに気づいたんですね。で、私たちはバタバタしたくなかったのでジャングルクルーズのライトニングレーンをもうちょっと後にずらそうと思ってそのライトニングレーンを一度キャンセルしたんですね。そしてその後もう一度ジャングルクルーズのライトニングレーンを再予約しようとしてもなぜかそのシステムが私たちにライトニングレーンを予約させてくれなかったんですね。で、私たちはジャングルクルーズはすごい乗りたかったので
ジャングルクルーズに実際に行って、そこにいるキャストメンバーにこういうことがあってっていう話をしたんですね。そしたらなんとその優しいキャストメンバー、それはモニカさんっていう方だったんですけど、モニカさんがなんと私たちに9時がリターンタイムのジャングルクルーズのライトニングレーンをくれたんです。こういう風にしてキャストメンバーが私たちにマジカルモメントを作ってくださりました。皆さんにはこういった問題が起こらないことを願っていますが、もし何か問題が起こった場合は私たちがしたみたいにキャストメンバーの方に助けを求めてください。彼らは皆さんを助けるためにいます。なのでもしパークにいて Genie プラスでわからないことがあったりとか、 Genie プラスを使っていて何か問題が起こってしまった場合は、ゲストリレーションやアトラクションのところにいるキャストメンバーに遠慮せずに聞きに行ってください。それでは今日紹介するディズニージーニー攻略の秘訣とコツはこれで以上になります。ビデオの最初でもお知らせした通り、私は前にディズニージーニーのガイドを作ったので、もしこの動画を見ていてわからない単語やルールがあれば、ディズニージーニープラスについて詳しく説明しているこのガイドビデオを見てください。そして今日シェアした全ての情報は今後変わる可能性があるので、そこはご理解ください。しかし何か変更やアップデートがあれば、こういう風に動画を通してお知らせしたり、または Twitter でお知らせしたりしているので、まだの方はマークサヤロストインワールドにチャンネル登録と Twitter マジカリサヤにフォローしておいてください。また私たちが新しいビデオを投稿した時にそのビデオを見逃さないように、このチャンネルの通知をオンにすることも忘れないようにしてください。それでは最後まで見てくれて本当にありがとうございました。頑張って作ったので、もしこのビデオが少しでも役に立てばいいねをよろしくお願いします。そしてもし質問があればぜひコメント欄に質問をしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。Make today magical! Bye!